N 津家庭菜園の中村です。前、ニンニクのところの畝を作るときに、1年に1個ぐらいの畝、っていうか、下に、雑草とかそういうのを入れて、残砂を入れて、畝を作るようにしようと思ったんですけど、1年に1個ずつやってたら時間が足りませんので、やっぱり年間2、3本、もしかすると4、5本はやらなあかんかなっていう感じで、今、ここは、さつまいもが植わっていたところです。で、さつまいもを植わっていたところに、約80センチの幅で、11メートル、を掘り進めました。結構大変でしたね。ですけど、この後、残砂を入れて、土をかぶせていくっていう作業をすると思います。それとですね、このところは結構段ボールが引いてあったんですね。段ボールマルチっていう形で、確かに段ボールを引くと、雑草が生えてきません。それは結構いいことなんですけど、素晴らしいことなんですけど、段ボール腐ってくるとみそぼらしいんですね。で、今日はここに今段ボールをずっと、出しましたけど、段ボールも全部下に埋めちゃおうと思ってます。個人的には、科学的に作られたそういうような段ボールを入れるっていうのは嫌なんですけど、この地域自体が昔焼き畑をやったり、結構ゴミがあったんですね。プラスチックのゴミが結構ありました。プラスチックのゴミって今年私たちは借りたばっかりなんですけど、その前、10年以上使ってなかったっていう話なんですね。ですけど、プラスチックのゴミって10年、20年って残るんですね。だから、そういうものを取り除いて、そして、段ボールは多分朽ち果てると思いますので、段ボールだけ入れて、あと、このところに、残砂を入れて、仕上げていきたいと思っています。だいたい20センチぐらい深さで掘りました。で、この後ですね、残砂を引く前に段ボールをざーっと古くなった段ボールを引きます。ただですね、面白いことにこれを掘ってる間に、モグラの穴を2つ見つけました。結構綺麗に穴を掘ってますね。びっくりです。先ほど段ボールを引くのはあんまり嬉しくないみたいなこと言ってたんですけど、よく考えたらうちコンポストの中に、結構シュレッダーのゴミも入れるんですね。家で、事務所の方とかいろいろシュレッダーのゴミが出るもんですから、そういうのも結構残砂の中に混ぜています。だから紙は仕方がないかなぐらいの感じで、それでも自然のだと思ってやっていきます。残砂をこんな感じで入れ始めると、うちの場合コンポストって呼んでるんですけど、コンポストを入れ始めると、下の方には結構綺麗なもう土になっています。ただ今年はですね、つるものを多くやったことと、ひまわりですね。ひまわりの茎がやたらと頑丈で、それがなかなか綺麗に、崩れていません。ですけど、こんな感じであと踏みつけてですね、その後に土を戻して、このところが全部で綺麗になることを願っています。それと、先ほどもちょっと言ったことなんですけど、私たちとしては、このようなところをやってる理由は、ゴミを出さないっていうことですね。家庭ゴミ、特にね、生ゴミとかそういうのは、特に、堆肥にならないような生ゴミはここの中に入れませんけど、プラスチック類ですね。段ボールも、テープをなるべく外して、ビニールテープとかそういうのが使ってある場合は、そういうテープを外してですね、引くようにしています。そして、シュレッダーゴミ。シュレッダーゴミが意外とうち出るんですけど、シュレッダーゴミを撒いているだけで、紙は、ナトリウム系のものっていう感覚で、土にいいんじゃないかなと思いながら私たちはこのようなことをしています。これが下の方にあった残砂ですね。これも後から今入れて、土をかぶせて終わりにしたいと思います。
ほぼ1日がかりでしたけど、まあ、なんとか、することができました。で、分かったことは、シュレッダーゴミですね。紙のシュレッダーゴミも結構ね、こうやってやれば埋めれるんだなっていうことが分かりました。で、ね、段ボールとかそういうのも、まあ、ゴミを私たちは出さないっていうことと、もう一つはゴミがリサイクルされて、ある意味で、農業で使えたらいいなと思いながらこれをやっています。これからも頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。